こんにちこんにちは。は。失礼します。いらっしゃい。ようこそ。はい、今日はサラさんのお庭からとっても楽しみにしてきました。よろしくお願いしよます。ろしくお願いします。サラさんのお庭を私がリフォームさせてもらって、もう10年もならないけど7、8年は経ったよね。はい。そこからこの7、8年でものすごく楽しまれている様子が YouTube で見させていただいて、あれだけしたくないって言ってたのに変わったなってすごく思ったので、今日いろいろお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。YouTube で見てるよりすごい奥行きがあるお庭よね。あ、そうですか。ね、久しぶりに来てあれって思いましたけど、実際は本当はそうで、上手に高低差をつけてポッティングガーデンを楽しまれてるって感じかな。みんなぺっちゃんこなんだよね。植木鉢を下にザラザラをダラダラこう置いてやって、もうそこら辺がとてもやっぱりインテリアをやってるだけあってお上手だなと思います。はい。で、夏は白。ね、冬入りの植物と。ね、あとテント、線と面も頑張ってセレクトして楽しまれてると思います。一緒にね、バードバースをワンダさんに買いに行って、車に乗せて帰って持ち上げて。私もバードバスってサラさんの庭を作るまでは、木の下とか地面の上しか置いたことなかったのね。こうやって手入れを少しでも楽にということで、床をね、石畳風にしたので、まさかと思ったんだけど、ワンダーさんに行ってこれを置いてみると、これを中心にいろいろポットの配置ができて、あ、そうだっていうのを発見したのがここの庭が始まりです。3羽もいる。何が？あ、そうなんですよ。そう。昔から、でもその人昔からいる人たちなんですね、普通2羽だけど、はい。3羽いて可愛いな、これも。皆さんにも真似してもらったらいいなって思う一つです。あと、もう植木鉢をね、高低差つけるっていうのも大事ですし、やっぱり色揃えてよかったですね。うん、植木鉢も。はい。だいたい黒っぽい色とセメント色、白すぎない鉢っていうのもうまくマッチしてるんじゃないかなと思います。いろいろ色塗ったりしてたけど、はい。最終的に本物になっちゃったのね。置いてみると、別にガーデンズさんの宣伝を渡したいわけじゃないんですけど、でもやっぱりガーデンズさんで買う、デンマークの鉢を使い始めると、その、日本で買った鉢で、こう、塗った自分で塗った鉢が。自分がそう思うんだよね。そう。うん。なんとなく、あって思って、で、気がついたらもうガーデンズさんの鉢、オンリー、にほぼ近く、まあ全部が全部じゃないですけど、でも、はい、そんな風になりましたね。なりましたね。はい。本当に。で、はい、最初はね、小さい鉢ばっかり買ってたのよね。で、私が、大きな鉢を買いなさいって。そう。ね。そうなんですよ。もうそれは私このガーデニング、まあインテリアでも同じですけど、やっぱり存在感のある大きいものを数少なく置く方が、小さいものをごちゃごちゃとたくさん置くよりもかっこよく見えやすいっていうのは私インテリアでいつも思っていることで、で、それはやっぱりお庭でも同じだなと思いました。だからちっちゃい鉢はね、結局この季節は使わないので、木の下に隠してます。ね、冬が来るとね、はい、パンジービオラをね、可愛く入れて飾ることはできるけど、まあ、一年中同じ鉢でっていうのは、とってもね、バランスが難しいですよね。夏なんか小さい鉢は特に育ちがね、すぐ乾くから難しいし、でも冬は可愛いお花を飾りたいから小さいのがいるしで、やっぱり小さいスモールガーデンっていうのはいろいろ季節に応じて変えていくべきだと。それがまた楽しさじゃないかなって私は思います。何か悩み事ある？悩み事いっぱいです。何でしょう、まずは。まずはね、やっぱりこの人もそうだし、そこのアナベルもそうですけど、植物なのでやっぱりお花が咲くと、形がすごく乱れるじゃないですか。切ってきれいに丸く今した方がいいのか、
でもなんかせっかく咲いてるのにもったいないなとか思ったりするわけ。この人とかもなんかピョンって飛び出てるの切ろうかな、どうしようかなって。花が咲いた後で、なかなか切ったら寂しくなるよね。例えばこの子ね、この子をここ取りたいなと思った時は、ちょっとこれで自分で一回隠してみるの。ほら。こうやって。で、これ取っても感じが嫌いなと思ったら今取っても大丈夫。こうやって一回のけてみるんですよ。これ取りたいなと思うところ。そしたら思ったようにまん丸になるし、これが寂しいなと感じるならですね、残しといて、で、アジサイ類はだいたい花が終わったらすぐカットして、来年のために形を整えるのね。で、なんでかっていうと、夏の間に花芽がついてる。だからそれ以降に切るともう花が咲かないわけ。だから、アジサイはほとんどのものが、終わったらすぐ整える。その時に丸く整えとくの。これなんだろう。これね、多分、ちょっと名前の種類は、アラブヤジ違いますよ。多分、山アジサイの一つでちっちゃい花のやつだと。あなたさ、このバラ何言ってもわかんないでしょ。わかんない。やっぱり、お名前は大事で、皆さんのお名前をちゃんと残して、で、その子が、小さな庭でたくさん植物あるわけじゃないから、どんな性質だとかそういうことは、やっぱりチェックして、この子を美人さんにしてあげた方がいいと思う。わかりました。私も一緒、これ。あ、そうなんですね。そう、私もね、見てね、パッと買った。可愛いですよね。可愛い、このゼラニウムね。ちょっと違うんですよね。そう、葉っぱも形が違うし、花の咲き方もね、星みたいな感じ。そう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 、スターなんとかって言うんですよね。名前はそう、私はもうね、そこの園芸店で、なかったの、名前も。あ、そうなんですね。最後ね、なんか変な形しか残ってなかったけど、私も行ったところで、園芸店、ガーデニングショップに寄るんですよ。あ、そうなんですね。そう。寄って、なんかないかな、なんかないかなって、いつもそうやって見てる。へー。だから一緒だと思う。そうなんですか。そう。じゃあ一般のお店とかで買われることもあるんですか？あるある、もちろん。あと、ワンダさんも増えましたね。そう。ちょっと増やしすぎですか？いやいや、可愛いから、やっぱりさりげなくて、目立たなくて、近くまで行って、あ、可愛いってなるから、私はあったらいいなと思います。やっぱりお庭にね、にっこりするわよね、こういうのがあれば。なんか、ちょっと植物だけでも面白くないし、それも、宮本先生から教えていただいたと思うんですけど。手入ればっかりするものばっかり置いてもねって言ったのね。で、インテリアと一緒だと思うね。はい。はい。あ、これも、もうこの木もすごく大きくなりましたね。大きくなりました。これでも、剪定したんですよ。冬に一回。リンデンね。そう。菩提樹。はい。もうなんかここのお庭を考えるときに、やっぱり北欧っぽくしたいとか、ね、そんなイメージがすごくあって、あといろいろ私もイメージ写真を集めて、で、好きな木を聞いて、で、あ、絶対この菩提樹が似合うなと。海外っぽいよね。葉っぱがこの大きさ丸くて。日本の葉っぱってみんなちっちゃいのが多くて、庭木って。で、まあ、リンデンだから、菩提樹で、フランスの人は、これのお茶を飲んでる。あと、マグノリアがね、花が好きだっていうので、お迎えしたけれども、ちょっと鳥が食べるんでしょ？鳥が、もう、花芽が出て、ふさふさの芽が出てくるでしょ？もうあの瞬間から、鳥の餌食。すごい食べに行きます。もう鳥だらけになる。だからあんまり、でも今年は結構残ってるのが咲きました。よかった、それなら。今年はちょっとだけ。はい。私も初めての経験で、木のお花を鳥が食べるって聞いて、って思ってびっくりして、高松は食べない。食べるものが他にあるのかな？だと思う。この辺だと、あと冬のジュリアンでしたっけ？あ、わかる。結構カラフルな。ジュリアンはもうものすごく食べられます。だから植えない。鳥好きなんだね。多分。いや、おひたしにしてみようかな。おひたし。毒じゃないんだ。ねえ、本当にびっくりです。そう、だから、鳥が花を食べるのは高校で初めて知った。あ、そうなんですね。きっとこの辺は食べ物がないのかもしれない。ね、でも、ね、結構たくさんのね、住宅に緑がいっぱいある場所ではありますよね。ね、じゃあ、このリンデンティーも一回、ち
ちょっと飲んでみてください。次は。やってみます。うん、やってみて。でも今ちょうどすごく花がつき始めた咲いてる感じが。そうですね。はい白くこう花が咲いていて。ね、でもこの木陰ね、シェイドツリーって私は最近名前をつけてますが、みんな木陰は欲しいんだけど、木が大きくなるのがね、怖くてできないってみんな。ね、でもこれも2年前だったかな、寸止めしてもらってるんですよ。高さはね、すごい大きくなったから、剪定しても大きくなるけど、でももうこの枝が私は多分この庭で一番好きなところ、やっぱりこの風でサワサワサワって音が出たりとか、こうやって木陰ができたりするのがすごい好きです。そうね。いつぞや私が来て、下から出てる枝を全部取ったんですよ。で狭くなるじゃないですか。私がなんで一本立ちの形、木立ちのね、形の木を庭に植えるかというと、周りをすごく有効に使える。株立ちだったら、もう幅締めちゃって木が。だから一本立ちの木を植えて、下の枝を全部取っていったら、こうやって入れるし、日陰にもなって、それで一本立ちの木をよく植えるんです。ってことは、この枝も先生だったらもう切っちゃう？上の枝が充実してきたら切ったらいい。だから下から順番に取っていったと思うんですよ。そう、全部取ったもんね、この辺にあったの。取った。中に入れなくなって、ここがもう木だけになってたから取ったんですけど、そんな風にして一本立ちをこうシェードツリーにね、皆さんもね、見てる方もされたらいいんじゃないかなと思います。こうやっぱりお庭もお部屋もそうだけど、インテリアもそうだけど、バランスが大事なのよね。この子だけが大きくなりすぎてもダメだし、全体に鉢の数が多くなるのもバランスが悪くなる。好きなものだけ買ってるとそうなっちゃうし、だから、まあ、引き算もしながら、一つ一つが大きくなるのを、妨げるっていうふうに考えたらダメなんだけれども、手を入れて大きさのバランスも取ることが大事で、だからアナベルもほっといたら、年々背も高くなって、下の方がなくなったりするから、これも剪定をしてちっちゃくするとか、あと、ホシタももうそろそろ株分けの時期だね。毎年思うんだけど、できないの。株分けしてあげたらもう少しゆっくりとこの子が入れるし、水あげが楽になると思う。そう思う。来年の、終わってから上がなくなったら、ふさっと、春でいいから、春まで。これを抜いて、株分けも多分もう今ものすごい根っこだろうなって思うから、それをやることを想像したら、もうすごい億劫になって、まあ来年でいいかって。もうでもこれ先生がくださったやつだから、もう7、8年。そう。すごい、もう毎年ほんと綺麗に。ね、優秀だよね。そう、咲いてくれてじゃないわ。なんていうの？綺麗な緑を出してくれて、冬はね、いないからまたそれはそれでいいんだよね。そう、冬はなくなるっていうのも私はまた松ぼっくり置いたりして、またね、違うところに目が行くから、でもこれはそっと主役は張らないけど、他の花を綺麗に見せてくれますよね。ね。これは、来年の4月までに絶対株分け必要。はい。頑張ります。頑張ってください。はい。ね。まあ、こうやってお庭もね、最近、いろいろ小物も楽しんでらっしゃって。はい。でも、悩みは鉢が増えすぎてしまっていることで、今日は先生来られたら、こっそりと、どの鉢を抜いたらいいですかって聞こうかなって思ってたの。今もいいんだけど、もう少し旺盛に全体がなってくる。全体が大きくなった時にはもう思い切って、後ろにやる子が欲しくなるね。そう、でもそれはまた出番が来たら前戻してきたらいいんだよって。やっぱりバックヤードがね、サラさんのとこもあるから、それが重要かなと思うんですよ。やっぱり一箇所で全部見せようとしてるね。まあ、何箇所もこれぐらいの広さがある方は全然大丈夫なんだけど、一箇所で旬のものを見せてそれを置きっぱなしっていうのが多分窮屈な感じにどんどんなってくる。で、もうこの子も花が今からね、咲いて終わる。この子も咲いて終わって主役がもう終わったらちょっと後ろに下げるとか、主役の人がたくさんいなくていいので、主役をなんかどれか次今ここが主役で、後ろに今控えだよね。だからまた動かさなきゃいけないけど、主役がもう終わったらちょっと下げる。で主役になる前に出てきてこ
やっていかないとなんとなくバランスが悪くなるんですよね。うん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 今はこれでいいと思う。うんじゃあ私のやってることはあながち間違ってはないっいてことですね。やいやもう全然だからお庭もお部屋と一緒よって言ったうん飾るっていう観点って考えたらそれがちょっと育つっていうのが違うんだよね。そうね。そうだから育った時にまた模様替えをしないとバランスが悪くなるので、でも上手にしてるやっぱり。あとね先生、ここの花壇うんがすごい悩みなんですよ。で冬はねストックが、植えて、いっぱいになるように植えてって結構カバーされてるんですけど、うんこの季節になってストックがなくなった時に、うん冬にはでもストックとか、あとチュ植えーリップのたいのよね球根とかいっぱい植えたいものがあるから、うんここにあんまり常緑のものとかを植えたら邪魔になるかなとかも思ってそうその時に植えられなくなるよね。そうだから悩んでるんですけど、うんどう先生だそったらんなの簡どうします単じゃん。これさ常緑じゃない？はいであんまり取るに足らない雰囲気のものだよね。でこういうのがあるからここにポンってよいしょ置いたらこれで済まない？ど植木鉢をう？そもう花壇の中うに入れる。置いちゃう入れちゃう、うん。それでいいんですね。それでいいの。そしてさねすがそうこれいい抜じゃかなくないですか。ていいじゃん。抜かなくて冬が来たらこのまま出して本当チューリップだ植えたらいい。そうすればいいのか、やっぱりすご狭い庭の人はうんそういう工夫が必要ね。うんうん。でもすごい目から鱗。じゃあやってみて。いや私なんかうんこの中にまた鉢の中にまた鉢入れたりしてるから。そうなんですね、うん。そうなんですねグリーンをベースにして大きな植木鉢とか作ってるんですよ。例えばこういう植木鉢も IB だけ入れてあるんですよ。うんで、IB が綺麗にわーっとなってる中を、剪定しながらやってるんだけど、そこに花が欲しいので、うんまた花を植えるの大変なので抜いたり入れたりするのが、うんだからポットのまま入れてる。ポットって買ってきたペラペラのポッペラペラのポトのまんまット。うん。そうなんですね。そう。でも根っこ下取ったりいろいろしてくれて、綺麗にバランスよく育てるんですけど、結構、後から植えていくの大変じゃない？大変常緑のものって。うんだからね、私の庭では結構そういうのが多いかも。へー実を言うと。イギリスに行くと、うん植木鉢屋さんに行くと、植木鉢の花がこんなに大きいんですよ。へーで、私、って思って、いやこんな大きな網ないしって、なんでこんなに大きいのって聞いたら、花壇の中にね、うん例えば、もういっぱい植わってる中にうんバラを植えようと思うと大変じゃないですか。でその花壇の中にうんこの植木鉢をボンと置いて、で、バラを植えるともうすでに背が高くなってるし、うんそれで綺麗に見えるからって言って、へーダルビーさんのお庭ももう鉢だらけ。へーでもそうですよね。そう。へーそう、地面があるからすごいっていう、庭の中に鉢を置いたらいけないっていうことはなくて、考え方、育て方。へーすごいいいこと聞きました。ここの花壇はもう本当に悩みの種うん。だったので、うん。そっか。土だから何か植えなきゃいけないってわけではない。ではない。鉢をそのまま置いてしまえばいいんですね。すごい。うわ、解決された、だって本当に。ワンダーさんのこの子置いてあるのに、一緒だよ。植木鉢と一緒だよね。置いてあるそこ漏れちゃった。漏れてるけど。漏れちゃっそうた。でもなんかこういう子は別にあれだけど、うんこうやって緑の中からちょっと覗いてる出たとかが可愛いよね可愛いかなと思ったけど、この花壇の直植えすべきところに植木鉢をそのまま置いちゃうっていうのは本当に新しいアイデアですか？アイデアでした。よかった。じゃあちょっと広げてください、アイデアを。はい。はい。もう随分暑くなってきた。はい。じゃあ、皆さんも絶対見たいと思うんだけど、お部屋の中にお邪魔させていただきます。